皆さんこんにちは、こんばんは。ダガーナックルを長い間使ってるものです。この動画はダガーナックルを使う初心者ファイターさんに向けに作った動画です。始めたてダガーナックルの知識をもうワンステップ上げたい人におすすめいたします。なので、ある程度ファイターの知識がある前提です。また、この動画は個人の主観が強い内容です。普遍的なファイターを代弁しているわけではありません。その点を踏まえて参考程度という内容で、どうか読み取ってくれると幸いです。それでは本編始まります。よろしくお願いします。第1章、ファイターで火力を出す基礎知識。私が考えるファイターで火力を出す基礎知識は以下の通りです。1つはパスートの仕組みへの理解。2つ目はリミブレの使いどころとなっています。上から順に説明します。パスートの仕組みへの理解とは、パスートはサブパレットの上にあり、2つ目のアイコンで蓄積ゲージがわかります。パスートには20秒間のリキャストがあり、リキャスト中にゲージが溜まると点灯します。リキャストが完了、かつゲージが溜まれば PA を一度当てるとロック対象へ自動攻撃します。パスートが発動するとゲージは消灯し、アイコン上でゲージの溜まり具合を把握できます。パスートは2回分で約フォトンブラスト1回分のダメージが出ます。爆破のダメージより高いため、リキャスト完了後は速攻で発動するのが重要になります。パスートゲージの溜まり方は少し特殊で、蓄積中に未発動の前半後半 PA だけ溜まりが早くなります。一度蓄積した前半後半 PA は次からの蓄積度合いは微妙になります。このためパスートゲージを貯めるには各 PA の前半後半をうまく使い分けることが大切になります。パスートの仕組みへの理解。まとめ。1、パスートの威力が高い。2、20秒のリキャストがある。3、蓄積中は未発動の PA が溜まりやすい。4、PA 前半後半を意識する。ファイターの火力底上げに起因するため、パスートはどんどん使うことを意識してみてください。リミブレの使いどころ。リミットブレイクはファイターのすべての攻撃に威力補正を当てることができます。具体的には通常攻撃、PA、カウンターの類、フォトンブラスト、パスートとなっています。発動中はこれらの威力が3割増しになります。リミブレを使うタイミングはいろいろとあり、一つの考え方があります。それは NGS のダメージ計算は乗算のため、威力の出るアクションとリミブレを合わせると最大限の恩恵を受けやすいという点です。このため以下のタイミングでリミブレを使用したいです。1、パスートに合わせる。2、エネミーのダウンに合わせる。注釈ディフィートアドバンテージ参照。3、フォトンブラストに合わせる。この中でパスートとリミブレを合わせる場合、コツがあります。画面はすでにパスートゲージが溜まっている状態です。パスートはリキャスト20秒、リミブレ、ショートサイクル後で30秒の効果時間があります。つまりリミブレショートサイクル後の場合、2回目のパスートをリミブレ中に発動できます。ワイルソロ戦などの長期戦は特にこの意識が重要になってきます。ただし、短期決戦の場合、ショートサイクルは不要のケースが多いです。リミブレの使いどころのまとめ。1、ダメージ計算は乗算。2、高威力アクションに合わせる。3、パスート合わせならショートサイクル。4、短期決戦はショートサイクル不要。リミブレの使いどころは奥が深いです。上手いプレイヤーはダウンや PB、パスートに合わせて使用していることが常です。第2章、ダガーナックルの戦い方。私の考えるダガーナックルの戦い方は以下の通りです。1、火力をナックルの爆破に依存する。2、機動力と PP 効率をダガーに依存する。上から順に理由を説明していきます。なぜ火力面で爆破に依存するべきか。バックハンドストライクの DPS はジャストカウンター時は883、ナックルアタックスイッチオルタネーション込みで786になります。
この数値はフォトンブラスト並みの DPS があることになります。これは他の攻撃に比べると格段に DPS が高いです。例えばダガーのスピンカウンターは474、密着時は521、ナックルのスウェーカウンター一式は587、オルタネーション込みで585、ダガーステップカウンターは663、ナックルステップカウンターは587です。DPS だけ見ると爆破が圧倒的に強いです。けれども他にも爆破を使う利点があり、それはモーションの短さにあります。例えばペダス、ソードの攻撃にナックルスウェーカウンター一式を選択した場合、次の攻撃が来る前に1ピルエット前半、2バルチャー前半、3ダガー通常4クイックアタックが入ります。この行動の評価は総威力は2079、DPS は508になります。これを爆破意識で対処した場合、最後にヘルズエスコート後半を追加する合間が増えます。この行動の評価は総威力は2232、DPS は551になり、最初の対応より153ほど総威力が増えます。爆破は威力が高く、その上でモーションが短いので、次のエネミーの攻撃が来るまでに行動できることが増えます。モーションが有利だと連続カウンターも可能になります。エネミーの連続攻撃は爆破を起点にすると連続でカウンターを狙いやすいです。火力をナックルの爆破に依存のまとめ。1、他のカウンターより威力が高い。2、PB 並みの DPS を持っている。3、モーションが短い。4、次のアクションにアクセスしやすい。なので爆破を積極的に使うのをおすすめします。なぜ機動力と PP 効率をダガーに依存するのか。ダガーはナックルより機動力が高いです。例えばアクセルドライブからエネミーに接近できたり、他にもピルエット T1 前半はさらに早く接近できます。上下誘導しないですが、ヘルズエスコート前半も長距離移動しやすいです。それぞれモーションも短いため、他のアクションへのアクセスも楽です。ナックルに比べてロックした後の上下左右の機動力があるが、ダガーを使う理由は他にもあります。ダガーを使う他の理由としては、ナックルの燃費部分を改善するためにダガーを使用する部分も大きいです。これはダガーとナックルの PA を消費 PP が少ない順に相当をかけた表です。全体的にナックルよりダガーの消費 PP が優秀となっています。ナックルとダガーで DPS にそこまで差がないため、ダガーを軸に使った方が燃費が良いことになります。またダガーにはコンボを使った派生攻撃にクイックアタックというスキルが存在します。このクイックアタックは優秀で PP 回収とロックオン先に座標固定で攻撃します。DPS も493とダガー PA より高いです。このためダガーの一連のコンボは DPS と PP 効率が高く、ファイタースキルのダガーカウントアップ PP ゲインと合わせると PP に余裕のある行動ができます。ダガーと対比してナックルは PP 消費と PP 回復手段が乏しいです。ナックルコンボだけでは PP の回復が辛く減る一方になります。機動力と PP 効率をダガーに依存のまとめ。1、ダガーの機動力が高い。2、ダガーの消費 PP と回復力が高い。3、ダガーはナックルと DPS に大差がない。注釈爆破を除く。4、ナックルのみでは PP 回復が辛い。このため普段使いはダガーをベースにすることをおすすめします。以上でこの動画は終了です。動画編集は初めてだったので細かい点で気遣いできてないと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。